菅弘隆さん、当時14歳。爆心地から約 1.7km 離れた西関温町で被爆しました。学徒動員はね私たち中学校2年生だったから詳しいことはよくわからないんですが、急に学校から毎日今度は工場行くんだと手伝いにいうようなことを説明があって、中学校の私ら2年生の3学期というか2年生ぐらいからその集団で今度はそこへ関東の三菱、それから同じ学年でも他の工場へ五日市の方のなんかやはり兵器関係の仕事一旦がおりましたね。学年が全員ではなくバラバラでバラバラいうちに学年ごとにここの工場行けあっちの工場ここ行け、決めて行かされおりましたね。8月6日は市内電車に乗って天満町で降りてそれからあそこで降りたら空襲警報じゃいう話があって、空襲警報じゃ歩いて行くわけにいかんから天満町で少し待ってで会場になったと、空襲会場になった言うんで、それでバスへ乗ろう思ったらバスが数がないんですね。行員も乗りますし、それで「はよ工場行かね叱られる」というんでバスを待っても来そうにないぞ。歩いて「はよ行こうそうなっとる」というんでね、同僚と一緒にそこから歩いて駆け足で関東の三菱の工場まで行きました。天満町からだから工場へ走っていく途中だった。行きよった。でドカンとやられる。光はねあんまり光ったような感じがなかったですね。音とバカーッと原爆の炸裂たると一緒で道路やっぱり瞬間伏せとったんですね。何やら分からなんですね。なんでなったんか。晴れ飛ばされてどうなったんか分からずにふっとこう見りゃ俺真っ暗じゃない砂ぼこりと一緒でってこれで少しして「おい下からアメリカが飛行機の音がしたかい」飛行機じゃったん敵機じゃったんか。ここから見たら広島のガス会社が見えるあの方でガス会社の方でボコッと行ったんじゃないかないうような方で投げ飛ばされた道路へね、風圧で道路へ投げられたのか自分で伏せたのかどうしたのか分からなかったんですね。それをみんな同級生が何人かおって「おいおいおいどこかやられたんかの?」いうほいでとにかくみんな元気なんじゃけん「はよ工場行かな来られるぞ」いう工場の門通るまでは叱られるように走ってきましたよ。で怪我もしとらなかった誰も。工場行ったら今度やはり案の定叱られて「はよ行け自分らのクラスのとこへ」で走っていって工場半分ぐらい行ったら同級生も帰ってきて「出よう」って「おいおい元気なかったかいどうしたんかな分からんの」その原子爆弾ができたような分かりませんしね何が。そうですね2030分しとったんじゃないか思うんですよ。帰ってもいいいうことで帰れ。JR の今の JR の線路へ出てそれから線路へ乗ってとにかく横側へ出て帰ろう思ってね頭の中はそこをよしほいじゃあそうしよう。そうして行きよったらほいじゃからだいぶ中して
雨が降り出しましたね。ザーッ。それが例でいう黒い雨じゃいう分ですね。だいぶ時間が経っておりましたね。ほいで服がびしゃびしゃになるように黒い雨が降ったの。やっぱり雨ですけど黒い私の前の日にやっぱり所在を中学校の名前と血液型と書いたのを皆記しておりますからね。それが見えなくなったらいけんので学校名とね、それを学校名とそれなの前の日のお袋に筆で書いてもらっとったら線路まで黒い雨が降りたら何で書いたのわけわからない。そういう雨がひどく降ったんですね。横浜駅の近くで女学生が近所の女の子が裸のような格好でおじさん助けてくれたんだけは覚えとる。みんなこれあっち行きなさいよ。女の子は女の子かわいそうに思ったけどおじさん助けてわしがおかしいの中学生じゃねえおじさんに見えるかいの思ったにおじさん助けていたの記憶しておりますよ。それからその人はだからどうしたか知らんですよ。どこへ帰るのかいからこっちおじさんは海田の方へ帰るけ帰る道が違うけこっちへ帰る人に連れてってもらいんさいよ言うて別れたの覚えて、これをどうして助けてどこへ連れて行くやくもできんですからね。置いとくんならええですがおじさんはこっち帰る道が違うどういうことが印象に残っとる。それでうちのあれが広島の第一県城で高等学校行きよって県立の女学校行きよったもんです国体寺の。それと同じ学校のマークであったからこれは県城の女の子だったなかわいそうな思ったけど自分が帰る方向より逆の方でこっち行くんじゃ言うたんじゃ連れて行ってやるわけにもいかんしな思って。それから練兵場の中通り寄ったら今度だから女の子と男の子を連れたお母さんが「助けてくださいよどっち行きゃい助けこれ誰帰る思うてそれで行って「どこへ帰るんかあんたら」って「呉へ帰る」それでありゃまたもう誰も同級生もね一人じゃ学生が一人ね助けやれ誰も他の者に頼むわけにいかんわいこれはしょうがない連れて帰ってきゃいけんど学生を女の子をよう連れて帰られるなんだけ思うてよしで男の子も女の子も履きももないんですけどね暑い中を草の林の中をほいで男の子を追うてやって女の子と男の子お母さんとお母さんが女の子私が男の子どっちかメモしとったんですが男と女の子を追うてあげましてね広島に小長いうとこがあるんですよ。そこまで行ったらちょうどいい具合に国鉄のバスが5時6時か何時間やったもんですよ夕方。それでバスに頼んでこの人らを呉の方へ帰る言われるんじゃが広島で原爆でやられて困っとられたけ助けてくれ言われるからここまで連れてきたんじゃがどういう人を乗すんか言ったら国鉄バスが「いやそれ被災者なら乗せますよ子供でも乗せてあげますよ」それで車掌が一人もう他におられんけ車庫へ帰ります言うあんたどこへ帰る車庫へでこの人ら呉へ帰るに呉へのなんとかなるようにしてあげてくれよ言ったらバスの車掌が「わしには分かりませんが、一応車庫へ帰って
遅れまで遅れ言われりゃそうじゃがどうなるかわからないっていうまあじゃがいそしたらそれでもう私はこっからまた歩いて帰ろう帰ったまでもう思い言ったらこれはまた英語に車掌が親切に「学生さんあんたはどこへ帰る?」「帰ろう思うんじゃもう遠くの方から歩いてきたよ帰ったまで歩こう思うんじゃ」言ったら普通じゃぶら下がってめえけんでっけえぶら下がってめえけんこうやって話したら落ちるだけがするかと思っときにさえよ向いなたまであなたも乗してったけどええんかいたらその怪我人を乗してこいよにゃ怪我人じゃのうてもあなたは人連れてこられたんじゃけまあ向いなたまで向いなたできるとこまで乗して帰ってもらうそれからまたその向いなたから今度はまた海田まで歩いて帰るそれからまあ朝から晩まで歩きとおっしゃったねそういう一日。まあ戦争はやるべきでないですね殺し合いですからね得する者はいないでしょうしたように見えても誰も得しちゃおらんと思うんですよね戦争のない国をなるようにみんなで世界中が仲良くやるようにできるもんかなとは思いますね。